昔々、江戸の町に大層ケチで通った一人の旦那が住んでおりました。名を木兵衛と申します。人使いが荒いことでも評判で、雇った下男は皆3日と持たずに逃げ出してしまいます。そんな木兵衛がある日、値の張らない古い屋敷を見つけてまいりました。引けば化け物が出るという曰くつきの屋敷でございます。けれど木兵衛は少しも怖がりません。むしろにんまりと笑ってこう申しました。化け物が出ようが安く済むならそれでよい。こうして木兵衛はその屋敷を格安で買い取ってしまったのでございます。今日はそんなちょっぴりおかしな化け物使いというお話でございます。どうぞ目を閉じてゆっくりお聞きくださいませ。木兵衛のもとには下男が一人残っておりました。名を八五郎と申します。気の弱い実直な男でございました。他の者たちは木兵衛のあまりの人使いの荒さに次々といとまごいをして去っていきましたが、八五郎だけは行くあてもなく仕方なしにその屋敷に残っておりました。廊下を雑巾がけする八五郎の額には大粒の汗がぽつりぽつりと浮かんでおります。夕暮れの淡い光が静かに廊下を照らしておりました。八五郎は時折ふーっとため息をつきながら、それでも黙々と手を動かし続けておりました。屋敷に越してきて初めての夜のことでございます。あんどんの明かりがゆらゆらと揺れる座敷に何やら不思議な気配が漂い始めました。ふと目をやりますと、畳の上に薄い水色をした丸い体の小さな影がぽつんと立っております。目が一つだけの一つ目小僧でございました。八五郎は腰を抜かさんばかりに驚きましたが、当の木兵衛はまるで動じません。じろりと一つ目小僧を見やると、こう申しました。おう、これはちょうどよい。お前、なかなかいい体格をしておるな。驚いたことに木兵衛は怖がるどころか、一つ目小僧にほうきを手渡してしまいました。そこらを吐いておくれ。一つ目小僧は目をまん丸にしてしばらくきょとんとしておりましたが、やがてそのほうきを両手で受け取ると、素直に廊下を履き始めたのでございます。シャッシャッとほうきの音が静かな屋敷に響いてまいります。月明かりが廊下の板の間に白く差し込んでおりました。
一つ目小僧は思いのほか真面目にコツコツと掃除に励んでおりました。その日から屋敷には次々と不思議な住人が現れるようになりました。次の晩は首の長いろくろ首でございます。木兵衛はこれを見ても少しも動じることなく、これは重宝だ、高いところの掃除を頼もうと申しつけます。ろくろ首はすらりと伸びた首を使って梁の上を丁寧に拭いてまいります。屋敷の隅々までいつの間にかすっかりきれいになっておりました。木兵衛は満足そうに扇子を仰ぎながらその働きぶりをじっと眺めておりました。こうして木兵衛は現れる化け物たちを一人残らずこき使うようになりました。一つ目小僧は掃除、ろくろ首は拭き掃除、他にもいろいろな化け物が代わる代わる呼び出されては休む間もなく働かされます。化け物たちは次第にげっそりと疲れた顔つきになってまいりました。畳の上にへなへなと座り込んではふうふうと肩で息をしております。それでも木兵衛は少しも手を緩めません。夜が更けても化け物たちの働く音だけが屋敷の中にひっそりと響いておりました。さすがの化け物たちもこれにはたまりかねてまいりました。ある夜、化け物たちはこっそりと集まってひそひそと相談を始めます。こう毎晩働かされては化け物の方が根を上げてしまう。そうして夜も更けた頃、化け物たちは小さな風呂敷に身の回りのものをまとめると、そーっとそーっと足音を忍ばせて屋敷を出て行ってしまったのでございます。月明かりの下、化け物たちの小さな影が一つまた一つと闇の中へ消えていきました。去り際、一つ目小僧はふと立ち止まり屋敷を振り返りました。障子の隙間から木兵衛の高いびきがのんびりと聞こえてまいります。一つ目小僧はぽつりとこうつぶやいたそうでございます。あの旦那にはもう化けたくない。それきり一つ目小僧はろくろ首や仲間たちの後を追って静かに闇の中へスーッと消えていきました。屋敷には再び静けさが戻ってまいります。虫の声だけがぽつりぽつりとあたりに響いておりました。翌朝、
木兵衛はいつものように化け物たちを呼びましたが、返事はありません。屋敷の中を見回しても、あの不思議な気配は、もう、どこにもございませんでした。木兵衛は、しばらく首をかしげておりましたが、やがて、ふっと、何か腑に落ちたような顔をいたしました。さては、あまり働かせすぎたか。そう独りごちる木兵衛の声だけが、がらんとした屋敷に、ぽつんと響いてまいりました。わちごろうは、その様子を、廊下の隅から、そっと見つめておりました。それからというもの、その屋敷に化け物が現れることは二度となかったそうでございます。庭の片隅には忘れられたほうきが一本ぽつんと立てかけられたまま朝の淡い光を浴びておりました。ケチな旦那が化け物までもこき使い、しまいにはその化け物にすら愛想をつかされてしまった。なんともおかしな江戸の物語。人使いの荒さはこの世のものにもあの世のものにも通じるものではないようでございます。古典落語化け物使いでございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。昔々、江戸の月米屋で真面目に働く一人の若者がおりました。名を清蔵と申します。朝から晩まで臼をつく仕事に明け暮れる素朴な男でございました。ある日のこと、清蔵はふと手にした一枚の絵草紙に目を留めました。そこに描かれておりましたのは、吉原の名高い花魁の姿。あでやかな打ち掛けをまとい、気品漂う、その美しい面差しに、清蔵はすっかり心を奪われてしまいました。杵を持つ手を止めたまま、清蔵はぼんやりとその絵に見入っておりました。今日はそんな貧しい若者のひたむきな恋、幾代餅というお話でございます。どうぞ目を閉じてゆっくりお聞きくださいませ。その花魁こそ吉原で聞こえた幾代太夫でございました。絵草紙の中の美しい姿が清蔵の頭から片時も離れません。会うすべもない雲の上のお方に清蔵はすっかり恋煩いをしてしまいました。食も細くなり、夜もろくに眠れず、布団の中で絵草紙をそっと胸に抱きしめては、ほーっと長いため息をつくばかりでございます。頬は次第にこけていき、顔色も
青ざめてまいりました。奉公先の店の者たちはそんな清蔵の様子を心配そうに見守っておりました。見かねた店の旦那は清蔵をそっと呼び寄せてこう申しました。そんなに思い詰めるものではない。よし、3年一心にこの店で働いてみなさい。もし3年の後もその思いが変わらぬというなら、私が何とかして幾代太夫に会わせてやろう。清蔵はその言葉に目を輝かせました。3年の後に憧れのお方に会えるかもしれない。そう思うだけで胸の奥に温かな火が灯ったような心地がいたしました。旦那の声は静かで優しく、清蔵の心に染み渡っていくようでございました。その日から清蔵はまるで人が変わったように働き始めました。朝は誰よりも早く起き、夜は誰よりも遅くまで杵を振るいます。恋の力とは不思議なものでございますね。3年の間、清蔵は脇目も振らず、一心不乱に働き続けました。餅をつく音が来る日も来る日も店先に響いてまいります。額の汗を拭うこともせず、ただ黙々と手を動かす清蔵の姿はいつしか店の評判となり、周りの奉公人たちからも一目置かれるようになっておりました。そうしてあっという間に3年の月日が流れました。約束通り旦那は宝冠餅のとうべえに頼み、清蔵を吉原へと連れて行くことにいたしました。夜の吉原の大門をくぐるとき、清蔵の胸は激しく高鳴っておりました。赤い提灯の明かりがゆらゆらと夜道を照らし、遠くから三味線の音色がかすかに聞こえてまいります。清蔵は緊張のあまり足元がおぼつかないほどでございました。藤兵衛はそんな清蔵の背中をそっと押してやりました。座敷に通された清蔵の前に、ついにあの絵草紙で見た花魁幾代太夫が静かに姿を現しました。3年もの間夢にまで見続けたお方が今目の前にいらっしゃる。清蔵はこみ上げてくるものを抑えきれず、畳に手をついたままほろほろと涙をこぼしてしまいました。太夫はそんな清蔵の様子に不思議そうな顔をなさいます。藤兵衛が清蔵のこれまでのいきさつを静かに語って聞かせました。
貧しい身の上ながら3年もの間ひたすら自分だけを思い続けてくれたその心根を知った幾代太夫は深く心を動かされました。そこまでの誠の思いを寄せていただいてありがとう存じます。太夫の声は柔らかく温かなものでございました。清三はただただうつむいたまま肩を震わせておりました。座敷には静かな明かりがゆらゆらと揺れており、二人の間に不思議な安らぎが満ちてまいりました。それから月日が経ち、幾代太夫は年季が明けるのを待って自ら望んで清三のもとへと継いでまいりました。かつてはあでやかな打ち掛けに身を包んでいた太夫が、今はごく普通の素朴な着物姿で清三と並んで店に立っております。二人は力を合わせて小さな餅屋を営むようになりました。嘘をつく清三の傍らで太夫がにこやかに餅を並べる、そんな穏やかな毎日が静かに流れておりました。二人の営む餅屋は大層評判となり、やがて江戸中に知れ渡るようになりました。人々はその店の由来を聞いては感心し、また心を温められたのでございます。店先には丸い餅が山のように積まれ、湯気がほかほかと立ち上っております。行き交う人々の和やかな笑い声が店の周りにいつまでも絶えることはございませんでした。清三と太夫はそのにぎわいの中で静かに寄り添っておりました。その餅屋には太夫の名にちなんで幾代餅という名が付けられ、やがて江戸の名物として長く語り継がれることとなりました。貧しいつき手の男がひたむきな3年の恋を実らせ、ついに誠の夫婦となった温かな江戸の物語。夕暮れの店先には柔らかな茜色の光が差し込み、二人の影をそっと照らしておりました。古典落語幾代餅でございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。昔々、江戸の芝居の世界に一人の役者がおりました。名を中村中蔵と申します。貧しい生まれながら生来の努力を重ね、下っ端の稲荷町から少しずつ少しずつ胃を上げてまいりました。
ある夕暮れ、中蔵は芝居小屋の裏手に独り立ち、両手を胸の前で組んで静かに天を見上げておりました。昇り木が夕風にはたはたと揺れ、あたりには夕日の柔らかな光が満ちております。長年の苦労を思い返すように、中蔵はじっと物思いにふけっておりました。今日はそんな一人の役者の実話、中村中蔵というお話でございます。どうぞ目を閉じてゆっくりお聞きくださいませ。中蔵は地道な努力を重ね、ついに名題という上級の役者に昇進いたしました。楽屋の鏡を覗き込み、衣装を整える中蔵の顔には、新しい役への期待と幾ばくかの誇らしさが浮かんでおります。行灯の温かな明かりが、その横顔をそっと照らしておりました。長い下積みの日々を経て、ようやくたどり着いたこの場所。中蔵は自らの手で衣装の襟を正しながら、これからの舞台に静かに思いを馳せておりました。ところが、次の芝居で中蔵に割り当てられたのは、奏で本忠臣蔵という演目の貞九郎という役でございました。この役、見せ場も少なく、当時はただの野暮な山賊のような扱いをされる、いわば端役でございます。楽屋に一人座り、台本を見つめる中蔵の顔には、隠しきれない陰りがにじんでおりました。せっかく名題にまで上り詰めたというのに、与えられたのはこのような役か。行灯の灯がゆらゆらとその物思わしげな顔を照らしております。けれど中蔵はそこでくじけるような男ではございませんでした。どうすればこの貞九郎という役を自らの手で光るものに変えられるだろうか。夜の一室、一人腕を組んで天井を見つめる中蔵の頭の中はそのことでいっぱいでございました。行灯の灯だけが静かに揺れ続けております。ありきたりの役作りでは満足できない。中蔵は何かこれまでにない工夫はないものかと、幾晩も幾晩も考え続けておりました。そんなある日、中蔵が街を歩いておりますと、にわかに雨が降ってまいりました。両手で頭上をかばいながら小走りに駆け出し、雨をしのごうと近くの茶屋に飛び込みます。雨足は次第に強くなり、道には雨の線が幾筋も静かに落ちておりました。中蔵は
濡れた着物の裾を拭いながらほっと一息つき、茶屋の縁側に腰を下ろしたのでございます。ふと目をやりますと、同じ茶屋の縁側に一人の浪人が腰掛けておりました。破れた傘を手に、雨に濡れた着物のまま、白足袋を泥で汚しながら、それでもどこか色気のある佇まいで静かに茶をすすっております。中蔵はその姿に目を釘付けにされました。粗末ないでたちでありながら、ただならぬ不思議な味わいがそこにはあったのでございます。中蔵は思わず身を乗り出すようにしてその浪人を見つめておりました。その瞬間、中蔵の頭の中に一筋の光が差し込みました。これだ。この姿を貞九郎に取り入れよう。中蔵は思わず両手を打ち、目を輝かせます。傍らの浪人は、そんなことにはまるで気づかぬ様子で、のんびりと茶をすすり続けておりました。障子越しの柔らかな光が、二人を静かに包んでおります。中蔵の胸の内には、これまでにない新しい貞九郎の姿がはっきりと浮かび上がっておりました。そうして迎えた初日の舞台。中蔵はあの浪人の姿をそのまま写し取った新しい貞九郎として舞台に立ちました。破れ傘に濡れたような白足袋。これまでの貞九郎とはまるで違ういでたちでございます。舞台が始まると客席はしんと静まり返りました。物音一つ聞こえてまいりません。中蔵はその静けさに背筋が冷えるような心地がいたしました。しまった。これは失敗した。楽屋に戻った中蔵は頭を抱え、がっくりと肩を落としておりました。ところが、そこへ、座頭が静かに入ってまいります。何を気落ちしておる。客はな、あまりのことに、声も出せなんだのだ。中蔵は、はっと顔を上げました。あの静けさは、失敗ではなく、客が息を飲むほどの、驚きと感動の表れだったのでございます。座頭の手が、そっと、中蔵の肩に置かれました。良い工夫であった。江戸の名優が一人生まれたな。座頭の言葉に中蔵はこみ上げてくるものをこらえきれず静かにうなずきました。夕暮れの芝居小屋には昇り木が風にゆらゆらと揺れ続けております。
一つの雨宿りの出会いから後の世まで語り継がれる新しい貞九郎が生まれた江戸の物語。地道な努力とふとした出会いを見逃さぬ心が一人の役者を大きく育てたのでございます。古典落語中村中蔵でございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。昔々、江戸の裏長屋に一人の古株の店子が住んでおりました。名を木兵衛と申します。長屋がすっかり満室になりますと、大家が強気になって店賃が上がってしまう。そのことを恐れた木兵衛は何とかして空いたままの部屋を守っておきたいと考えておりました。夕暮れ時、木兵衛は空き棚の腰高障子の前に立ち、にやりと狡猾な笑みを浮かべております。あたりは薄暗い静かな路地でございました。今日はそんなちょっぴりおかしなお化け長屋というお話でございます。どうぞ目を閉じてゆっくりお聞きくださいませ。木兵衛は長屋の仲間たちと額を突き合わせ、こそこそと何やら相談を始めました。行灯の薄明かりのもと、皆の顔には何か企み事をするような意味ありげな表情が浮かんでおります。空き棚に人が入っては困る。一つ脅かして追い返してしまおうではないか。木兵衛のささやきに周りの者たちもうんうんとうなずいておりました。長屋にはそんな相談事をよそに静かな夜がゆっくりと更けてまいりました。そこへ空き棚を見に来た一人の気弱な男が現れました。木兵衛はさも差配であるかのような顔をしてその男を部屋へ招き入れます。そうして声を潜めながら恐ろしい幽霊話を語って聞かせ始めました。この部屋にはな、牛蜜時になると決まって出るのだよ。行灯の炎がゆらりゆらりと揺れ、男の額にはじっとりと汗がにじんでまいります。男は正座をしたまま身を固くして木兵衛の話に耳を傾けておりました。木兵衛は指を一本立てて一層凄みを聞かせながら話を続けます。3日ともたずに店子が消えちまうのだよ。そう聞かされた男の顔はみるみる青ざめてまいりました。
障子には不気味な影がゆらゆらと映り込んでおります。男はじりじりと後ずさりしながら目を大きく見開いて木兵衛の話にすっかり飲まれてしまったようでございました。部屋の中にはしんとした重たい静けさが満ちておりました。頃合いを見計らい、木兵衛はあらかじめ用意しておいた濡れ雑巾をそっと男の首筋に押し当てました。これは幽霊の手だよ。ひやりとした感触に男はたまらず大きな悲鳴を上げ、下駄もそこそこに部屋を飛び出していってしまいました。散らばった下駄が月明かりの下にポツンと残されております。木兵衛はその慌てぶりを見送りながら満足げに口元を緩めておりました。男が置き忘れていったが間口を拾い上げ、木兵衛はにんまりと笑みを浮かべます。これはちょっとした儲けものだ。そこへまた新しい客がやってまいりました。今度は愛の斑点に鉢巻きをきりりと締めた威勢のいい若い職人でございます。がっしりとした体つきでたくましい足取りで空き棚を覗き込んでおりました。木兵衛は再びあの調子で幽霊話を始めようと口を開いたのでございます。ところが今度は勝手が違いました。木兵衛が身振り手振りを交えてあの手この手で怪談を語っても、職人は腕を組んだまま涼しい顔をしております。それどころか不敵な笑みさえ浮かべて平然と聞いておりました。面白い話だ。よし、明日からここに住むとしよう。あっさりとそう言い放たれて、木兵衛はすっかり拍子抜けしてしまいました。荷物を担いだ職人は胸を張って堂々と部屋に入っていったのでございます。木兵衛の目論みはすっかり外れてしまいました。それでも諦めきれない木兵衛は留守の間を狙ってこっそりと部屋に仕掛けを施しておきました。ところが帰ってきた職人はその仕掛けにもまるで動じません。それどころか笑いながらあの濡れ雑巾を逆に木兵衛の顔へぐいと押し付け返してしまいました。木兵衛は目を白黒させながら手足をばたつかせるばかりでございました。こうなってはいよいよ形勢が悪くなってまいります。ある晩、職人が怖い顔をした大柄な仲間を連れて
長屋に戻ってまいりました。壁に屈強な男の大きな影がぬーっと伸びております。それを見た木兵衛たち悪巧みの一味はすっかり肝をつぶし、桟を乱して我先にと逃げ出してしまいました。月明かりだけが静まり返った長屋の路地を静かに照らしておりました。こうして空き棚を守ろうとした木兵衛たちの企みはあっけなく崩れ去ってしまいました。強胆な職人一人の前には幽霊話も濡れ雑巾の仕掛けも何の役にも立たなかったのでございます。静まり返った長屋の路地に虫の声だけがぽつりぽつりと静かに響いておりました。人を脅かそうとした者たちが逆に肝をつぶして逃げ出す、なんともおかしな江戸の物語、古典落語お化け長屋でございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。昔々、江戸の町の片隅に八五郎という気のいい男が住んでおりました。ある日の夕暮れ、家に帰りますと、年頃の娘がこたつに当たりながらかるたの札を手に何やら考え込んだ顔をしております。障子の向こうには茜色に染まった空が静かに広がっておりました。娘は八五郎に不思議そうに尋ねました。お父っつぁん、この歌の意味を教えて。ちはやふる神代も聞かず、竜田川からくれないに水くくるとはってどういうことなの。八五郎はとうなったきり言葉が出てまいりません。恥ずかしいやら情けないやらで額にじんわりと汗がにじんでまいります。あんどんの明かりが二人の顔をぼんやりと照らしておりました。今日はそんな隠居のとんちんかんな知ったかぶりがちょっぴり愉快なちはやふるというお話でございます。どうぞ目を閉じてゆっくりお聞きくださいませ。わからないとは口が裂けても言えやしない。八五郎はそう独りごちますとそっと家を抜け出しまして、いつも世話になっているご隠居のところへと急ぎ足で向かいました。日はとっぷりと暮れて、路地には明かりの灯った提灯がぽつりぽつりと並んでおります。どこからか鈴虫の鳴く声もリーンリーンとかすかに聞こえてまいりました。ご隠居の座敷に通されますと、
和知五郎は畳に手をつき、事の次第をそのまま打ち明けました。実は娘に百人一首の歌の意味を聞かれまして、答えられずに困っております。ご隠居さんならきっとご存知でしょう。ご隠居は扇子でポンと膝を打ち、応用にうなずいてみせましたが、その胸の内は内心ひやりとしていたのでございます。庭先の萩の枝が夜風にそっと揺れておりました。本当のことを申しますと、ご隠居もこの歌の意味などまるで存じません。けれど長年培ってきた貫禄というものがございます。わからないなどとうかつに口にするわけにはまいりません。ご隠居は扇子で自分の額をトントンとはたきながらしばし考え込むふりをいたしました。座敷には線香の煙が細くまっすぐに立ち上っております。和知五郎は額に満ちた目でじっとご隠居の顔を見つめております。行灯の明かりが二人の影を壁にゆらゆらと映しておりました。台所からは湯を沸かすかすかな音が静かに聞こえてまいります。やがてご隠居はおもむろに口を開き、いかにも自信ありげな顔ででたらめの講釈を語り始めたのでございます。夜はまだ始まったばかりでございました。庭のあちこちで虫の声がぽつりぽつりと上がってまいります。よいか、まず千和屋というのはな、昔の相撲取りの名前だ。ご隠居はそう言って扇子を握り、四股を踏むようなおかしな仕草をしてみせました。和知五郎はなるほどと大きくうなずき、懐から矢立を取り出してふむふむと熱心に書き留めております。筆先が紙の上をさらさらと走ってまいりました。その千和屋に負けず劣らずの強い力士がいてな、名を立つ田川という。ご隠居は両手を胸の前に構え、押し相撲の型のようなものを作ってみせます。和知五郎はほうほうと感心しきりで一言も聞き漏らすまいと耳をそば立てておりました。座敷には二人の至って真剣な影が行灯の明かりに大きく揺らめいておりました。庭では月見草の白い花が静かに開いております。遠くの寺から五つを告げる鐘の音がごーんと低く響いてまいりました。たった側はな、あるとき千早に振られてしまってな。それが元で相撲をやめてしまっ
ったのだそうだ。ご隠居はしんみりとした声でそう続けます。和智五郎は、それは気の毒にと、しきりに首を縦に振っておりました。二人の間に置かれた湯飲みからは、ほうじ茶の湯気が、ゆらゆらと、立ち上っております。して神代というのは、千早の妹でな。姉の敵とばかりに、こちらも竜田が輪をすげなく袖にしたという次第だ。ご隠居が扇子をさっと振りますと、和智五郎は、なるほどなるほどと、ますます感心した顔で、膝をポンと打ちました。作り話とは知らず、その顔つきはいよいよ真剣になってまいります。あんどんの火がふっと揺れております。夜は次第に深まってまいりました。障子の向こうを一筋の秋風がそっと通り抜けていきました。では、からくれないとは一体何でございましょう。和智五郎が身を乗り出して尋ねますと、ご隠居は少しも慌てず、すらすらと答えました。それはな、たったが我が後に商いを始めた店の屋号よ。ご隠居は、のれんを両手でくぐるような仕草をしてみせます。和智五郎は目を丸くしてほうと感じ入った声を漏らしました。でたらめのはずの話が一つ一つまるで本当にあったことのようにつながってまいります。和智五郎の頭の中では相撲取りたちの姿がまるで見てきたことのようにありありと浮かんでおりました。座敷の外では夜風が静かに軒先の風鈴をチリンと鳴らしておりました。二人の湯飲みはいつの間にかすっかり空になっております。夜のしじまが一層深くなってまいりました。すっかり感じ入った和智五郎は最後に一つ尋ねました。では締めくくりのとは一体何のことでしょう。ご隠居は扇子を膝の上に置いたまましばらく天井を眺めて考え込んでしまいました。実のところここまではなんとか辻褄を合わせてまいりましたが、さすがに種切れでございます。額にうっすらと汗がにじんでまいりました。和智五郎は身を乗り出したまま答えをじっと待っております。あんどんの芯がパチリと小さな音を立てました。座敷にはしばらくの間静かな沈黙が流れておりました。庭先では虫の声だけが変わらずリーンリーンと鳴き続けております。ご隠居は扇子をパタパタと仰ぎながらなんとかうまい答えをひねり出そうと頭をひねっておりました。
それはな。ご隠居はようやく重い口を開きました。そのとはというのは千早の本名なのだよ。あまりにあっさりとした答えに和知五郎はしばしポカンとしてしまいましたが、すぐになるほどとばかりに大きくうなずいてみせました。これはありがたい講釈でございました。娘もさぞ喜びましょう。和知五郎はすっかり感じ入った様子で、何度も頭を下げながらいそいそとご隠居の家を後にいたしました。門口までご隠居も見送りに出てまいります。夜道には丸い月が静かにぽっかりと浮かんでおりました。冷たい焼きがほてった方に心地よく感じられます。和知五郎の足取りはいつもより軽やかでございました。家に戻った和知五郎は待っていた娘に聞いてきたばかりの講釈を得意満面で語って聞かせました。娘は瞬きをしながら一つ一つうなずいて聞いておりましたが、話が終わりますと小首をかしげてこう申しました。おとっつぁん、それではその千早さんという方は今はどちらに？あまりにももっともな問いかけに和知五郎はうっと言葉に詰まり、腕を組んでしばらく考え込んでしまいました。それまで得意げだった顔がみるみる曇ってまいります。行燈の明かりが二人の間でゆらゆらと頼りなく揺れております。障子の外では夜が一層静かに更けておりました。娘はそんな父の顔を不思議そうにじっと見つめておりました。和知五郎は腕組みをしたまましばらく黙っておりましたが、やがてぽつりと申しました。さーて、それはとは知らないね。娘はくすりと笑い、和知五郎もつられてふっと笑ってしまいました。知ったかぶりがまた知ったかぶりを呼び、一つの不思議な物語が出来上がってしまった。そんなのどかな江戸の一夜でございます。二人の笑い声はいつまでも静かな部屋の中に柔らかく響いておりました。行燈の明かりが笑い合う二人を柔らかく照らしております。窓の外には大きな丸い月がいつまでも静かに浮かんでおりました。古典落語ちはやふるでございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。
昔々、江戸でも指折りの大きな質屋がございました。その質屋の裏手にはいくつもの像が立ち並んでおり、中でも3番目の像には夜な夜な怪しいものが出るというもっぱらの噂が立っておりました。ある朝、質屋の旦那は朝湯に浸かりながら、常連の客たちがその噂話に花を咲かせているのを耳にしてしまいます。湯船の湯気がゆらゆらと天井に立ち上っておりました。旦那の顔はみるみる曇ってまいりました。大切な質草を預かる質屋にとってこうした悪い噂は何よりも困りものでございます。湯気の向こうから聞こえてくるひそひそ声に旦那は長いため息をついたのでございます。表通りには朝の光が柔らかく差し込んでおりました。今日はそんな像に潜む不思議な正体をめぐる質屋蔵というお話でございます。どうぞ目を閉じてゆっくりお聞きくださいませ。湯屋から帰るなり、旦那は番頭を座敷に呼びつけました。3番蔵の噂、耳にしているだろう。今夜、誰かに見張らせておくれ。番頭は青い顔で、とうなずくばかりでございます。もとより気の小さい番頭にとって化け物の見張りなどとんでもない大役でございました。けれど旦那の言いつけを無下に断るわけにもまいりません。番頭はしぶしぶ承知いたしましたが、内心ではどうしたものかと頭を抱えておりました。座敷の隅では時計代わりの甲が細く静かに煙を上げております。障子越しに差し込むうららかな朝の光さえなんだか心細く感じられたのでございます。番頭は一人になると大きなため息をそっと漏らしました。思い余った番頭は長屋に住む出入りの熊五郎のもとへと急ぎ足で向かいました。腕っぷしが強いことで知られる熊五郎ならばきっと頼りになるに違いありません。長屋の木戸をくぐりますと、井戸端で洗い物をする女房たちのにぎやかな笑い声が聞こえてまいりました。熊さん、今夜蔵の見張りを手伝っておくれでないかい。番頭が両手を合わせて頼みますと、熊五郎は胸をどんと叩いて心よく引き受けてくれました。ガテンだ、俺に任せておきな。そのいかにも頼もしい返事に番頭はようやくほっと胸をなでおろしたのでございます。長屋の路地に夕方の
柔らかな風が吹き抜けておりました。西の空はうっすらと朱色に染まり始めております。番頭は何度も頭を下げながら質屋への道をいそいそと引き返してまいりました。ところがその後旦那に呼び出された熊五郎はすっかり肝をつぶしてしまいました。何か粗相をしたのではと後ろめたさのあまり惹かれもしないうちからペラペラと喋り出してしまったのでございます。旦那、実はあっしは台所の酒を勝手に飲みましてたくあんをかじって下駄まで山賊失敬しておりました。どうか堪忍してくださいまし。膝に置いた両手が細かく震えております。額には玉のような汗がいくつも浮かんでおりました。旦那はあっけに取られた顔でただ熊五郎の話を聞いておりました。呼び出された理由が蔵の見張りのためだったとはろほども思わなかったのでございます。座敷にはなんとも間の抜けた沈黙がしばらくの間流れておりました。旦那はやがてふっと笑いをこらえきれなくなり肩を震わせたのでございます。そんな一騒動の後、夜もすっかり更けてまいりました。番頭と熊五郎は行灯を一つ携え静かに三番蔵の中へと入ってまいります。積み上げられた七草の箱が行灯の明かりにぼーっと大きな影を落としておりました。二人は蔵の隅にそっと肩を寄せ合って座り込みます。土蔵の中は外よりもひんやりと冷たく感じられました。外からは虫の声がリンリンとかすかに聞こえてまいりました。くまさん、なんだか心細くなってきたよ。番頭が小さな声でつぶやきますと、熊五郎もいつもの威勢はどこへやら黙ってこくりとうなずくばかりでございました。行灯の火だけが二人の間で静かに揺らめいております。草木も眠るという牛蜜時のことでございます。しんと静まり返った蔵の奥で何やらぼーっとした光が不意に灯りました。続いて何かがぶつかるような大きな音が一つ。番頭と熊五郎は思わず互いの腕をぎゅっとつかみ合いました。熊さん、今の聞いたかい？当たり前よ。だが何もこんなに震えることは、そういう熊五郎の声もすっかり上ずっております。
心の像がドキンドキンと大きくなっておりました。二人は息を潜めたまま光のする方を恐る恐る覗き込んだのでございます。行灯の火をそっと吹き消し、闇の中で二人はじっと様子をうかがっておりました。積み上げられた七草の影が闇の中で一層大きくのしかかるように見えております。目を凝らしてみますと、蔵の奥の棚のあたりで二つの人影のようなものが何やらもみ合うように動いております。まるで相撲の取り組みでも見ているような、そんな不思議な眺めでございました。あれは一体何をしているんだろうね。番頭が震える声でつぶやきますと、熊五郎もただごくりと唾を飲み込むばかりでございます。汗が額からずっと頬を伝っておりました。行灯の火がふっと揺らめきました。二人はそれでも怖いもの見たさから目をそらすことができずに、じっとその様子を見つめ続けておりました。蔵の中には何とも言えない静かな緊張が満ち満ちておりました。時の経つのも忘れて、二人はただその光景に見入るばかりでございます。すると棚に立てかけられていた一幅の掛け軸が一人でにスーッと開いてまいりました。現れたのは穏やかな顔をした天神様のお姿でございます。番頭も熊五郎もあまりのことに腰が抜けたようにその場にへたり込んでしまいました。よくよく思い出せば、その掛け軸は確か横丁の藤原さんが膣に入れていったものでございました。掛け軸の周りだけがほのかに暖かい光に包まれております。二人は互いに身を寄せ合ったまま身動き一つできません。蔵の中にはしんとした静けさが再び戻ってまいります。天神様は二人を見つめたまま静かに口を開こうとしておりました。これ、番頭。天神様は穏やかなけれどよく通る声でそうお呼びになりました。番頭は思わず背筋を伸ばして居住まいを正しました。横丁の藤原方へこう申し伝えておくれ。利上げをしてくれぬか。と、そして少し困ったような、それでいてどこかおかしみのある調子でこうつぶやかれたのでございます。
ああ、またどうやら流されそうだ。番頭と熊五郎は口をポカンと開けたまま、ただうなずくことしかできません。掛け軸はそれきり静かに元通りに閉じてまいりました。蔵の中には再び元の暗闇が静かに戻ってまいりました。夜が明ける頃には蔵の中は何事もなかったかのようにしんと静まり返っておりました。番頭と熊五郎は互いの顔を見合わせ、今の出来事がまことであったのかとしばらくぼんやりしておりました。蔵の隙間から差し込む朝の光が柔らかく二人を照らしております。菅原道真公がその昔都から遠く流されたという故事にちなんだ洒落た締めくくりでございます。質屋の雑に潜んでいたのは恐ろしい化け物ではなく、少し人恋しい天神様だったのでございます。旦那にこの話を伝えると、驚きながらもどこかほっとした顔をしたそうでございます。古典落語質屋蔵でございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。